こんにちは、ドラ旅です。今回は鹿児島県。思わず行きたくなる場所を教えます。おはようございます。鹿児島旅の3日目。今日は桜島を一周します。鹿児島県最大の都市の中に活火山があるってだけでもすごい話ですよね。これから桜島に行く際の参考になったり、行ってみたい、懐かしいと思っていただける内容です。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。通知のベルマークもついでに押してください。3泊4日の旅の途中で、今はここですね。一年中眠ることがない桜島フェリーで、対岸の桜島までは15分。料金は桜島の方で払います。車から下車することはなく、ほとんど待つことはなく、最初はこれで本当にいいのかなと、何か忘れてるんじゃないかと思うぐらいスムーズでした。目の前には鹿児島水族館。フェリーの中で行う儀式は、やぶきんのうどんを食べることです。美味しそうなかつおだしの香りが私たちを迎えます。キャビンに入ったら席を確保してすぐにお店の方に向かいましょう。タイムリミットは15分。フェリーの中で食べるうどんそばが美味しいのは何なんでしょうね。うどんと言いつつ、なんとなくそばにしました。だしはあっさりとしていて、鹿児島を感じるさつま揚げが遠慮がちにあって、あっという間に完食です。旅って油断していると1日麺しか食べていないなんてこともありませんか？とにかく乗船から到着して下船するまでが早い、割と緊張感のある船旅です。桜島を車で一周するためには1時間もあれば可能です。観光地は港とか道の駅がある西側に集中していて、これから紹介するスポットを車で回った時は6時間ほどかかりました。最初に来たここは道の駅桜島。世界で一番大きな桜島大根とか、世界で一番小さい桜島小みかんとか、お土産は多く揃ってました。この後は行きたかったお店がある垂水市まで走っていきます。桜島はほとんど毎日のように噴火していて、行った時も機嫌よく噴火しておりました。むしろ噴火がない方が地元の方にとっては怖いんじゃないかと思うくらいです。たまにすごい噴火があって、それを爆発と呼ぶらしいんですが、全国では鹿児島だけが爆発という言葉を使うようです。天気予報は晴れ、雨、曇り、灰という具合に、灰も当たり前に降って、これほど普段の生活の中に当たり前のように火山が存在しているのは地球上でここだけではないでしょうか。これが来たかったお店、味どころ海の王冠。
漁協直営の食堂でカンパチの漬け丼が最高に美味しかったですね。7席どうぞ。美味でした。生臭さも一切なくて新鮮で最高でした。桜島に戻って時計回りに一周しようと思います。ここは黒神埋没鳥居、大正大噴火で埋もれた鳥居がありました。1914年の桜島の大爆発はこの辺り一帯を火山灰で埋め尽くします。高さ3メートルもあった鳥居は一番上のかさ木の約1メートルだけを残して埋没するほどの量でした。大正大噴火は20世紀以降に日本で起きた火山噴火の中で噴出量では最大の規模で、これによって桜島が島じゃなくなったほどの活動でした。次は有村溶岩展望所。この辺りはマグマが固まってそれが積み重なってできています。全長約1キロの遊歩道があって溶岩でできた丘にある展望所です。上りよりはきついな。
およそ20分で一周できました。少し疲れたところで焼き芋とタンカンジュースが誘ってきましたのでいただこうと思います。みかんみたい。甘っ。砂糖が入ってるみたい。桜島にあるお墓には屋根がありました。他の県にはない光景ですね。道路には灰が積もっています。ここは湯の平展望所、桜島で最も高い場所にある展望所で立ち入りができる最高地点です。ここから見た景色は一番迫力があって素晴らしい絶景でした。ここは桜島ビジターセンター。桜島についてより深く知ることができる施設。最初に来てから桜島を見ていくとより理解が深まると思いました。館内では桜島の噴火の歴史と観光情報がありました。
桜島の北には島津義弘の実居跡がありました。関ヶ原の戦いの後、徳川家へ謝罪するために約2ヶ月間謹慎していた武家屋敷の門、今は門だけ残っていました。ここは黒神ビュースポット。行った展望所の中で火口が一番よく見えた場所でした。桜島はできれば一周した方が楽しめて記憶に残りますね。行ってみて思ったのが、今も噴火している活火山にここまで近づけて、そこに多くの人が普通に住んでいて、それが本当に印象的でした。阿蘇山とか雲仙岳とはまた違った美しさと自然の怖さを感じた旅でした。今夜は鹿児島市内に泊まろうと思います。
今夜はラーメンコキンタにやってきました。美味しそうな香り、たまりませんね。美味でした。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。鹿児島ラーメン最高です。大根の漬物は鹿児島だけなんですかね。でも美味しかったです。とにかくお店の中はぎゅうぎゅうで、とっても暑かったです。ホテルに戻る途中で焼き鳥を買って部屋で晩酌しようと思います。明日は仙岩園を旅します。次回もお楽しみに。またね。